エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は iPad で誰でも簡単にアニメが作れるフリッパクリップを紹介します。アニメを作れるアプリは有料のものが多いのですが、このアプリは無料なのにすごく使いやすくて、アニメを作ってみたい人におすすめのアプリなので、今回は実際にアニメを作りながら使い方を紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。まずは新規プロジェクトを作ります。画面下のプラスボタンを押してプロジェクト名を入力します。次に背景を選びます。今回は紙っぽい質感の白を選びましたが、他にもパターンや木目などいろいろと選べて楽しいです。次にキャンバスサイズを選びます。インスタや TikTok などいろんな SNS のサイズが選べますが、今回は YouTube 向けの画面サイズで作ります。台はショーを兼ねるということで、大きめのサイズで作っておくと後からサイズを変えていろんな SNS に投稿できますが、キャンバスを大きくしすぎると作業中にパクつくので注意してください。次にフレームレートを選択します。これは1秒間に何枚の絵を表示するかの設定になります。例えばフレームレートを10にすると1秒間に10枚分の絵が表示されます。この数字が大きいほど滑らかに動くアニメになりますが、その分描かないといけない絵の枚数が増えて大変なので、私は8フレームに設定しました。ちなみにテレビアニメはだいたい24フレーム設定ですが、日本のアニメは1枚の絵を3フレーム分表示して実質8フレームで作られることが多いようです。それでは書いていきましょう。左側にツールがあって、ペンや消しゴム、選択ツール、塗りつぶし、テキスト入力があります。ペンをタップすると下にペン、鉛筆、筆、マーカーが出てきます。試し書きしてみるとこんな感じです。Apple Pencil の筆圧感知に対応していて、ペンを押さえる強さで濃淡や線幅が変わります。線の太さはここを上にスワイプすると太くなって、下にスワイプすると細くなります。書き間違えた時は2本指でタップすると戻ることができます。戻りすぎたら3本指でタップします。部分的に消したいなら左側にある消しゴムを選ぶか、ペンをトントンするとペンと消しゴムを切り替えられます。色の変更はこの四角をタップして好きな色に変更したり、スポイトで画面にある色を選ぶこともできます。上にいい感じの色が用意されているので、何色を使うか迷ったらそこから選んでも良さそうです。不透明度の調整は四角をタップしたまま下にスワイプすると色が薄くなり、上にスワイプすると濃くなります。色を変えるところの下でも不透明度の調整はできます。不透明度を下げて描くと重なったところが濃くなります。選択ツールは絵の一部をぐるっと囲んで移動させたり拡大・回転できます。選択中に画面の右に出ているのは左右反転、上下反転、ゴミ箱です。ゴミ箱をタップすると選択しているところを消すことができます。まず最初の1枚目を描いて、それを少しずつ動かしていくのですが、体全体を動かそうとすると大変なので、初めてアニメを作る人は目や口だけを動かす簡単なアニメがおすすめです。なので今回は人物の目と口が動くアニメを作ります。動かす部分、目と口はそれ以外の部分とレイヤーを分けて書いておきます。レイヤーは透明の紙みたいなもので重ねて表示すると1枚の絵になります。今回のレイヤーの分け方はこんな感じです。一番上が動かすところ、真ん中が動かさないところ、一番下が下書きです。線画が描けたら下書きを削除して色塗り用のレイヤーとして使います。無料版だとレイヤーが3枚に制限されているので、レイヤーを3枚以上使いたい人は課金が必要です。1枚目が描けました。今回は目と口しか動かさないので、1枚目の絵を8フレーム目まで複製して目と口だけを描き直していきます。最初に設定したフレームレートが8なので、8枚の絵で1秒間のアニメになりますが、今回はそれをループ再生して瞬きを繰り返すアニメにしたいと思います。
画面下にある1枚目の絵を長押しして出てきたボタンをタップすると隣のフレームに絵が複製されますが、1枚ずつ増やすのは面倒なので、右上のここからフレームビューアーに移動して下にあるボタンをポチポチとタップして複製します。1フレームまで複製したら5フレーム目に閉じた目を描きます。今回はループ再生で瞬きを繰り返すようにしたいので、最初と最後のフレームは目が開いていて、中間あたりの5で目を閉じることにしました。新しい絵を描くときは前のフレームの絵が透けて見えるので、それを参考にしながら少しずつ動かしていきます。これはオニオンスキンと呼ばれる機能で、無料版だと1つ前のフレームしか表示できないので中割りができません。なのでパラパラ漫画を描く要領で1枚ずつ順番に描くことになります。今回は1枚目を複製して描いていますが、基本的にはプラスをタップして新しく絵を描いてという工程を繰り返す作り方になっています。閉じた目が描けたらどんな動きになっているかを確認します。画面の下を左右にスワイプするか、右下の再生マークをタップするとアニメが再生されます。目を閉じた絵が1枚あるだけで瞬きをしているように見えますが、もう少し滑らかに動かしたいので6フレーム目に閉じかけの目を描きます。こういう目はあまり描かないので難しいけど、何度も再生して動きを確認しながら描きます。目が描けたので次は口を動かしてみます。選択ツールで口を囲って拡大縮小したり消して書き直したりして、おはようと挨拶している感じにしてみます。できました。左下の音符を押すと音を録音できるので、アニメの声優さんになったつもりで声を入れても面白いと思います。録音した音声を鳴らすタイミングはアニメの動きに合わせて後から変えられますが、音に合わせてキャラクターを動かす作り方でもいいかもしれません。できたアニメの書き出し方は、画面の右上から動画を作成をタップして投稿したい SNS を選びます。フォーマットは MP4、GIF の2種類を選べます。一番下のピングシーケンスは課金が必要です。ループ再生したい場合は GIF アニメがファイルサイズが軽くておすすめです。フリッパクリップの気になるところはお絵かきツールがやや使いづらいところです。普通のお絵かきアプリに慣れているとペンの種類が少なかったりして思い通りの絵が描きにくいと思います。なのでこのアプリでアニメ作りに触れてみて、もっと本格的なアニメを作りたくなったらクリスタなどの高機能な有料アプリに移行すると良さそうです。クリスタでアニメを作ってみた動画もあるので気になる人は見てみてください。フリッパクリップのいいところは何といっても無料で使えるところです。アニメ作りに特化していて余計な機能がなくシンプルなので、初心者の人でも簡単にアニメ作りを体験できると思います。自分の描いた絵が動くと楽しいし感動すると思うので、皆さんもぜひアニメを作ってみてください。この動画が参考になった人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。